皆さん、こんにちは。ほのぼのポッドキャストのほのかです。お元気ですか？私はいつも元気です。今日は私が生徒さんとお話しした内容についてお話ししたいと思います。最近私は日本語のレッスンで生徒さんと過去と未来、どっちに行きたいについてお話ししました。この内容が面白かったので、今日は過去と未来、どっちに行きたいについて少しお話ししようと思います。皆さんは過去と未来、どっちに行きたいですか？昔に行きたいですか？それとも未来を見てみたいですか？私は生徒さんとお話しする前までは未来に行きたかったです。未来に。なぜなら未来でドラえもんが見れるかもしれないって思ったからなんですね。もしかしたら人間が空を飛べるようになってるかもしれないとか、そんなことを考えたので私は未来に行きたいって思っていました。だけど生徒さんとお話しして変わりました。生徒さんは未来じゃなくて過去に行きたいと言っていました。生徒さんが行きたい過去っていうのは1960年から1980年くらいです。私もその頃がいいなって思いました。なぜならその時代ってスマホとか車のナビとか AI とかない時代ですよね。なのでそういうのがない方が日々の生活がアドベンチャー冒険になるから楽しい、生きてるって感じがすると思うので、私も過去に行きたくなりました。旅行をするとき、電車に乗りますよね。最近はスマホがあるから、出発するところと行き先を入力したら、どうやって行けばいいか、いくらお金を持っていけばいいか、何時に電車が来るか、全部わかりますよね。でも、その生徒さんが言っていたように、そういうのがわからない方が楽しい。生きてるって感じがすると思います。それを聞いたときに、確かにそうだよねって思いました。私は、高校生の時にニュージーランドに語学研修に行きました。ホームステイに行きました。英語が全然喋れませんでした。その時私は。今もあんまり喋れないけど。で、学校からホームステイの家まで帰るときに、バスに乗っていくんですけど、学校から家まで帰るときに、違う場所で降ろされました。違う場所で降りちゃったんですね。運転手さんに住所を見せて、ここに行きたいって言ったら、ここだよって言われて、降りた場所が全然違う場所だったんですよ。でも私全然英語が喋れないからすごく不安でドキドキした思い出があります。でもなんとか、自分が知っている英語の単語を並べて I want to go here みたいな紙に書いた住所を見せながら私はここに行きたいって、道に歩いてる人に聞いたんですね。そのやってる時はすっごい不安だったけど、それでもなんとか英語が通じた。なんとか家に帰れたっていう経験があります。それがとっても今でも印象に残っています。その時はスマホもないし、翻訳機もないし、だけどなんとかなったっていう達成感がありました。それまでの私は誰かに話しかけるのとかすごい苦手だったけど、それから変わりました。その出来事があってから変わりました。自分から話しかけるのが怖くなくなりました。知らない人にも自分から話しかけて、なんとかなるっていう成功体験になりました。むしろなんかアドベンチャーとか冒険みたいな感じで、今思えばすごく楽しかった、いい思い出だなって思います。あと、母に聞いた話なんですけど、母が若い頃は友達と待ち合わせをするときに、スマホも携帯電話もないから、どうしてたのって聞いたら、じゃあ今日はどこどこに何時に集合ねって約束をして、例えば渋谷のハチ公前で待ってる。だけど友達が来ない。そしたらどうするのって聞いたら、電車の駅に掲示板があるんです。あるらしいです。その掲示板
ボードに私は今日少し用事ができたから会えないって書いて帰るらしいです。それで友達はその掲示板を見て今日用事があったんだって思って帰るらしいです。めちゃめちゃ面白いと思いました。そういうアナログなことで少し憧れる気持ちわかります。今ならメールとかチャットとか LINE とか5秒とか10秒で終わることを時間をかけてやる不便だけど、これってもっと充実した生活を送れそうな気がしました。そういうコミュニケーションとか苦労したことってもっと成長とか達成感になると思います。やったぞっていう気持ちになりますよね。失敗が怖いと思って今は何でもスマホで事前に調べて準備することができるけど、失敗してもなんとかなった。なんとか生きて帰ってこれた。なんとか家にたどり着けた。とか、なんとか行きたい目的地に行けた。とか、そういう経験が次のチャレンジのエネルギーになる、自信になると思います。だから私も生徒さんが過去に行ってみたい、過去で生活したいって言っていた気持ちが本当によくわかりました。私も未来に行きたいって思ってたんですけど、その話を聞いて、いろいろ考えてみて、少し不便な生活をしてみたいな、なんて贅沢な考えをしました。さあ皆さんはどっちに行きたいですか？未来と過去、どっちに行ってみたいですか？ぜひコメントで教えてください。私が未来に行きたいよ。私は過去に行きたいよ。ぜひその未来に行きたい理由、過去に行きたい理由を教えてください。楽しみに待っています。では今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。次のポッドキャストでもお会いできるのを楽しみにしています。でもそっか。過去に行ったらこうして皆さんにお話しすることもできなかった。オンラインで日本語のレッスンをすることもできなかったと思うと、ちょっと悩みますね。ではでは、今日はこの辺で終わりにします。そしてもしよかったら、オンラインで日本語のレッスンをしているので、もっと日本語を喋ってみたいとか、日本に就職してみたいとか、そんな方いらっしゃいましたら、ぜひ、この動画の説明欄のリンクからチェックしてみてくださいね。では今日もありがとうございました。それでは良い一日を。バイバイ、またねー。